こんにちは。こんにちは。私たちは日本一周後に北海道に移住した夫婦です。はい。そろそろ北海道も夏の観光シーズンに入るということで、今回の動画では私たちの北海道の夏のおすすめスポット10選を紹介したいと思います。はい。僕たちは日本一周の頃も含めると3回北海道の夏を経験しました。はい。その中で私たちが行ったことのある場所の中から10個選びました。はい。夏になると北海道車中泊で旅される方も多いと思いますし、普通に観光で来られる方も多いと思うので参考になれば嬉しいです。はい。もう完全に僕たちの独断と偏見で選びましたので、はい。異論は受け付けます。受け付ける。もし、この紹介した以外にもおすすめがあったらコメントでぜひ教えてください。はい。それでは早速紹介していきます。はい。なんとなく時計回りで順不動なんですが紹介していきます。はい。まず一つ目、積丹半島です。はい。場所で言うと、小樽の西側あたりにある半島です。はい。なぜここが夏におすすめかというと、ウニが食べれるからです。はい。ちょうど6月から8月がウニのシーズンになってます。僕たちも移住してきてから一度訪れていて、その時にウニを食べました。はい。めちゃくちゃ美味しかったです。一杯5000円ぐらいしたかな、めちゃくちゃ高かったんで、多分人生で一番高かった朝ごはんになりました。はい。ウニが食べられるお店は積丹の周辺にいくつかあるんですけど、僕たちは三崎というお店で食べました。はい。積丹半島で取れるウニは 80% ぐらいが北紫ウニというウニなんですが、残りの 20% はエゾバフンウニというウニが2種類食べられます。エゾバフンウニの方が取れる数が少ないので、より高級なウニです。はい。味はどっちも美味しいんですけど、エゾバフンウニの方がより好みかなとは思います。はい。やっぱり本州で食べるウニと違って、明晩とかにつけてないな。塩水ウニといって取れたばかりの新鮮なウニなので、本当にウニ嫌いの人でも美味しいと思うぐらいだと思います。ケンジもな、実際ウニあんまり好きじゃないんですけど、北海道のウニは美味しいと言ってます。食べられます。で、積丹半島はウニも有名なんですが、近くにカムイ岬という観光スポットがあります。絶景スポットやな。で、積丹ブルーというすごい海が綺麗な場所になってて、もう晴れていればめちゃくちゃ綺麗な景色が見えます。はい。僕たちも行ったことあるんですが、ちょっと残念ながら曇りの日に行ったので、そんなめちゃくちゃ青いって感じではなかったんですが、曇りの日でも青かったです。はい。有名な観光地の小樽とも近いので、セットで観光するにもいいかなと思います。ウニは小樽でも食べることができます。はい。海鮮をぜひ楽しんでみてください。続いて2つ目。北竜町のひまわり畑です。はい。これは私たち日本一周中に訪れたんですが、日本一のひまわり畑と言われている場所です。はい。見頃は7月下旬から8月上旬です。はい。東京ドーム5個分の広大な敷地に約200万本のひまわりがあると。圧巻の景色です。はい。丘一面にひまわりが植えられてるんですけど、種類が違うんかな、ちょっと咲く時期がそれぞれ違うので、30日以上どこかが満開というような場所です。はい。長い間ひまわりが楽しめるというようなスポットです。はい。北海道はひまわりだけじゃなくて、結構やっぱり敷地が広いので、広大なお花畑っていうのは各地にいろいろあります。はい。ただこの夏の時期はひまわりがおすすめです。本州にもひまわり畑ってあって見に行ったことあるんですけど、それに比べても土地がめちゃくちゃ広いから、ほんまに圧巻の景色でした。はい。続きまして3つ目は、利尻島、礼文島です。はい。3つ目と言いながら2つ入れてます。はい。これは、北海道でも一番最北端にある離島です。はい。稚内になるんかな。稚内からフェリーで約1時間40分ほどの場所にある離島です。はい。これは僕たち日本一周中に訪れたんですけど、ちょうど6月から7月にかけてが花のシーズンというところで、利尻島も礼文島もいろいろな種類の花が見頃になります。私たちが行った時は8月だったんで、もうちょっと花の見頃は終わってたんですけど、トレッキングとか島旅をするのにもやっぱり夏が一番いいんじゃないかなと思っておすすめに入れました。はい。利尻島は真ん中に利尻富士という綺麗な山があって、それを中心にぐるっと車とかで一周できます。そんなに大きくないので、だいたい1時間ぐらいかけて一周できるぐらいの広さです。で、その中でも観光スポットがたくさんあって、見どころの多い島となってます。利尻富士は日本百名山の一つでもあるので、登山される方にもすごい人気の場所です。はい。で、礼文島の方はさらに北側にある日本最北端の島です。はい。ここも花の浮島と呼ばれているぐらい花がすごい綺麗な離島で、登山ほどじゃないんやけど、トレッキングとかが人気みたいです。はい。
利尻島に比べると、礼文の方がよりちょっとワイルドというか、うんうん。そういう自然を楽しむことができます。で、おすすめで、シャコタン半島のウニを先ほど挙げたんですが、利尻と礼文でもウニを食べることができます。はい。で実際僕たちもな、礼文島に行った時にウニ丼を食べました。はい。それもめちゃくちゃ美味しかったです。うん。ウニの主食が昆布ということで、美味しい昆布が取れる場所はウニも美味しいらしいんですが、利尻昆布というな、有名な昆布がある場所なので、ウニもめちゃくちゃ美味しいです。はい。僕たちが礼文行った時は残念ながらめちゃくちゃ天気悪くて、もう暴風本来はもう絶景スポットがいくつかあるはずなんですけど、もうそれどころではありませんでした。なので私たちもまたいつか行きたい場所の一つになってます。はい。4つ目は白い道です。はい。これも稚内にあるスポットです。稚内に日本最北端の宗谷岬という場所があります。その近くから11キロぐらいの道があるんですけど、それのゴール付近103キロにわたって道が白くなっているというところがあります。はい。これはなんで白いかっていうと、ホタテの貝殻が敷き詰められているからです。はい。この稚内から東側のオホーツク海沿岸はホタテがすごい取れる場所で、それもあってホタテの貝殻が敷き詰められているという場所になってます。はい。北海道冬になると全部の道が白くなるんですけど、夏でも白い道が見れるというような場所です。はい。特に晴れた日はな、すごい青と白のコントラストで絶景なので、バイクとかな、車で旅される方は一緒に写真撮ったりとかすると、すごい写真映えもしておすすめのスポットです。はい。5つ目は、それに関連して、猿払のホタテです。はい。さっき言ったようにオホーツク海側ではホタテが結構取れるんですが、猿払村というところがホタテの産地として有名な場所であります。はい。ホタテは春から秋ぐらいまで取れるんですけど、最盛期は6月から8月と言われてます。なのでちょうど夏の時期が旬になってます。はい。ホタテ食べる場所はいくつかあると思うんですが、猿払村に道の駅があって、その中に猿払丸ごと館という建物があります。そこでホタテ丼が食べられます。はい。バーベキューもできるんかな。ただ僕たちはそこに行った時に残念ながら臨時休業をやって、はい、そこではホタテ丼は食べられませんでした。なので道の駅の方でな、私たちは食べました。道の駅以外にも直売所とかもあるので、そういうところで買ってキャンプとかで食べるのもすごいいいと思います。もう一粒がめちゃくちゃでかくて食べ応えのあるホタテです。甘みもあって、すごいな、歯応えもプリッとしてておすすめです。はい。で、ホタテは猿払以外でも、そのオホーツク沿岸、サロマ湖ぐらいまでの間なら食べれるところもあるので、行かれる場合はぜひ食べてみてほしいです。はい。北昇水産っていう直売もやってるところがあって、僕たちもそこでホタテバーガーを食べました。はい。それも美味しかったです。6つ目は、知床半島です。はい。これはもう皆さんがご存知の超有名観光スポットですが、入れさせていただきました。はい。世界自然遺産にもなってる知床です。はい。で、知床半島は、西側と東側に分かれるんですが、西側をウトロ川、東側を羅臼川と呼んでます。で、まずウトロ川のおすすめなんですが、知床五湖の散策です。はい。これは実際世界自然遺産の中を歩けるというような場所になってます。はい。冬場は閉園してるので、春から冬前にかけて開園してます。ただ5月中頃から7月末まではヒグマの活動期になっております。で、知床五湖には高架木道って言われる、安全な道と、もう一つは地上遊歩道っていう、本当に森の中を散策する2つのルートがあって、高架木道っていうのは電気柵とかがあるので安全に楽しむことができるんですが、地上遊歩道っていうのは森の中を歩くので、もしかしたらヒグマに遭遇するかもしれないと。で、その5月から7月っていうのは、活動期なので、個人だけで入ることはできないです。ガイドツアーっていうのに申し込んで、ちょっと値段は高くなるんですが、ガイドさんと一緒に楽しむという風になっています。はい。それ以外の期間に関しては500円ぐらいでレクチャーを受けれるので、それを受けたら個人で歩いてもいいというようになってます。はい。私たちが行った時は8月だったので、レクチャーだけ受けて自分たちで歩いてみました。はい。ほんまに原生林というかな、自然のままの姿を見ることができるので、すごい貴重な経験になりました。はい。知床半島には知床連山という山があって、それをきれいに見ることができます。ヒグマ怖いなとかちょっと歩くのしんどそうやなっていう人は、高架木道から見るのがおすすめです。はい。駐車場代はかかるんですけど、高架木道自体は無料で入ることができます。で、ウトロ川にはカムイワッカ湯の滝という有名なスポットもあります。はい。これは湯の滝というだけあって、温泉が流れてる滝になります。はい。しかも最初はちょっと緩やかやから、裸足とかで登っていけるようになってます。
で、僕たちは3年前に行ったんですけど、今は予約制になっているみたいです。事前に予約しないと湯の滝には入れないと。ちょっと注意が必要です。滝壺があって、そこを温泉のように楽しむこともできるという場所です。はい。で、ウトロ側から羅臼側に抜けるときに知床横断道路というものを通るんですが、その途中にある知床峠からは羅臼岳がすごく綺麗に見えます。はい。この道は冬季は閉鎖されているので、夏ならではの景色が楽しめると思います。はい。で、東側の羅臼側に行くと、クルーズ船に乗ってシャチを見ることができます。はい。このシャチのクルーズっていうのは多分日本でここだけになってます。はい。で、去年僕たちもクルーズに乗ってシャチを見ることができました。で、このシャチが見れるシーズンっていうのは5月から7月と言われているので、夏の間に行くのがおすすめです。はい。他のシーズンはイルカとかな、クジラとかが見れるみたいなんですが、ほんまにシャチが見れるのはここだけなので、その時期がおすすめです。はい。僕たちは7月の中旬頃に行ったので、ギリギリシャチが見れるかどうかだったんですが、無事に見ることができたし、あとはマッコウクジラとイシイルカという動物に出会うことができました。羅臼側はそういう海の生物が見れて、ウトロ側でもクルーズやってるんですが、そっちはどっちかというとヒグマを見るクルーズが出てます。はい。で、知床と聞くと、やっぱり皆さんヒグマのイメージがあると思うんですが、実際車で道を走っていても見かけることがあると。で、僕たちも去年、子グマを見かけました。はい。子グマのそばには母グマがいるということなので、さすがにもうビビって通り過ぎたんですが、本当に時々そうやってヒグマを見かけることもあるという場所です。はい。続いて7つ目、桜の滝です。これは清里町というところにある知る人ぞ知るスポットなんですが、桜マスのジャンプを見れる場所です。はい。で、その桜の滝は 2.5 メートルの滝なんですが、そこを一生懸命桜マスが登ろうとする姿を見ることができます。はい。滝壺から 2.5 メートル上の場所にジャンプするんですけど、ほとんどの桜マスが越えれてないんですけど、なんかすごい一生懸命な飛んでる姿が応援したくなるような場所です。はい。6月から8月しか見れないということで、その時期だけ見られる貴重なものになってます。続いて8つ目は、根室の花咲ガニです。はい。もしかしたら本州の方とかは、花咲ガニというカニのことをご存じない方もいるかもしれません。僕たちも北海道に来てから知りました。はい。カニっていうとなんか冬のイメージがあるんですが、花咲ガニの旬は夏です。で、北海道でも入母岬から野サップ岬の太平洋側と根室半島のオホーツク側でしか取れないという、取れる場所もすごい限られてるカニです。なので北海道外にはほぼほぼ出回らないカニと言われてます。はい。ちょっとトゲトゲした小ぶりのカニで、茹でるとめっちゃ真っ赤になるから、花が咲いたように見えることから花咲ガニと言われているそうです。はい。味がすごい濃くて、ギュッと詰まってる感じです。道外ではあまり見ることないかもしれないんですが、北海道内ではスーパーとかでも売られているのを見ることがあります。はい。ただせっかくなら根室で、取れたての浜茹での花咲ガニを食べることをお勧めします。はい。北海道の回転寿司屋さんとかでも流れてたりするし、あとは鉄砲汁って言って、お味噌汁なんですけど、そういう食べ方もされてます。それも味がめっちゃ濃くて美味しいです。はい。9つ目は浜中町の40ソフトです。はい。これは僕たちが北海道に来て一番美味しいと思ったソフトクリームです。はい。コープ浜中というところで食べることができます。はい。これは冬の間は売ってなくて、だいたい4月の末ぐらいから10月頃まで食べられます。はい。で、この40ソフトの特徴は、高梨乳業というところの高梨 4.0 牛乳というのを使ってます。で、これは乳脂肪分 4% のものすごい濃い牛乳です。で、この高梨乳業の牛乳はハーゲンダッツが原料として使っているそうです。だから言うてしまえば、ハーゲンダッツのソフトクリーム。はい。みたいな感じです。公式じゃないけど。まさにそんな感じの味でした。で、そのソフトクリームの部分ももちろん美味しいんですけど、コーンもすごいこだわられてて、そのソフトクリームに合うように作られてたのですっごい美味しかったです。はい。北海道は基本的にどこで食べてもソフトクリームは美味しいと思うんですけど、40ソフトというのはちょっと頭一つ抜けて美味しいなと思ったソフトクリームです。はい。僕たちはもうこれを食べるためだけに浜中町に行きたいと思うぐらい気に入りました。はい。で、浜中町には他にも霧多布岬という有名な岬があって、そこでは野生のラッコを見ることができます。はい。なのでセットで行くのがいいと思います。ラッコはアイヌ語です。はい。
ラッコって私たちも小さい頃はこう水族館とかな、よく見れたんですけど、今は日本で3頭しか水族館では見ることができないみたいなんですが、この霧多布岬には10頭以上かな、たくさんのラッコが住み着いているので、貴重な姿を見ることができると思います。結構近い距離で見れるので、肉眼でも全然ラッコだと分かるぐらいで見ることができます。双眼鏡とかな、そういうの持ってた方が鮮明に見えるとは思うんですが、全然肉眼でも楽しむことができます。はい。ラスト、10個目です。湖です。はい。これめちゃくちゃざっくりしてるんですが、北海道といえば、すごい綺麗な湖が私たち移住してきてからも印象的だったので、これをあげました。はい。ちょっと多いんで、一つに絞れなかったので、こういう形で湖とさせていただきました。はい。有名なところで言うと、支笏湖、洞爺湖、周湖、屈斜路湖、朱鞠内湖などがあると思います。はい。本当に小さい湖も合わせると数えきれないぐらい北海道には湖があります。それぞれ個性があるので、どこに行っても綺麗な景色を楽しめると思います。湖の周りには結構キャンプ場も多かったりするので、湖畔キャンプをするのもおすすめです。サップとかカヌーとかも楽しめるので、湖のアクティビティが楽しめるっていうのも北海道ならではかなと思ってます。はい。ただこの湖に関しては、夏もおすすめなんですが、冬もまた違った景色が見れるので、それはそれでおすすめです。道外の方が北海道に来て行きやすい湖としたら、支笏湖という湖かなと思います。これは千歳市というところにあるので、新千歳空港からも割と近くにある湖です。湖の周りには温泉があったりとか、結構観光地化されているところも多いので楽しめると思います。はい。以上10個が私たちの夏のおすすめスポットです。本当にもっとあげればたくさんあるんですけど、例えば定番だったら富良野のラベンダー畑とか、夏の十勝の田園風景というか、夏らしい景色も楽しめるんですが、どちらかというと私たちが北海道に来てから知った場所を挙げさせてもらいました。はい。富良野とかな帯広ももちろん王道の観光地ですごいいいところです。10個挙げたんですが、主に道東、道北エリアになったかなと思います。道南とかもな、すごいいいところたくさんあるんですけど、どっちかっていうと通年楽しめるような場所が多いかなというので、ちょっと道東、道北が多めになりました。はい。北海道らしい自然、夏の自然を楽しむには、道東とか道北がおすすめです。もしかしたら、夏とか北海道来て北海道一周される方もいるかと思うので、参考になれば嬉しいです。はい。私たちもまだまだ知らない北海道のいいところたくさんあると思うので、もしこんなところもあるよというご意見がありましたらコメントください。はい。最初に言ったんですけども、これは僕たちの独断と偏見で選びました。はい。異論はもちろんあると思いますが、一つの参考としていただければ嬉しいです。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。